今日は鶏肉のてりたまを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏肉のてりたまを作りたいと思います。はい、ということで今回はふわふわ卵がやみつきになる鶏てりたまを作りたいと思います。今回はね、おかずとしてご紹介するんですが、こちらは丼にしても美味しく召し上がっていただけます。卵をふわふわに仕上げるポイントなどいろいろあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、玉ねぎ、卵、マヨネーズ、お醤油、お砂糖、お水、ごま油、塩コショウ、こちらの材料を使っていきます。まずお肉なんですが、今回は鶏もも肉を使っていきます。こちらはお好みで鶏胸肉を使っていただいても OK です。そして卵ですね。卵は今回ね、ふわっとさせるためにマヨネーズを加えていきます。このマヨネーズを加えていただくだけでとてもふわっとした美味しい仕上がりになります。あとね、今回油はごま油を使用していきます。こちらはですね、お好みの油を使ってください。続いて味付けの調味料と、あとはトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、そしてトッピングに白ごまと小ネギです。こちらの材料でね、味付けとあとはトッピングをしていきます。今回ね、照り焼き味ということで、とてもシンプルな4つの材料で味付けをしていきたいと思います。トッピングに関しましては、こちらはお好みです。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずね、玉ねぎから切っていきます。玉ねぎはだいたい5ミリぐらいの幅で切っていきます。この根っこの部分は切り落とします。そして玉ねぎはばらつかせておきましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてトッピングのネギです。まずね、根元を切り落として、で半分に切って切り口を揃えて切っていきます。これはね、すでに切ってあるものが売ってたりするので、それを使っていただいても OK です。はい、小ネギはこのように切っておきます。続いて鶏肉を切ります。鶏肉はですね、こういった余分な筋とか、あとは余分な皮、そして余分な油をまず取り除いてください。はい、OK です。ざっとね、気になる部分だけ取り除いてください。そしたらね、こちらを一口大に切っていきます。鶏もも肉はね、こうやってね、よく見ていただくと、筋しい部分と、あとは肉しい部分、この2つに分かれてます。なのでね、切り方としてはまずこれを半分に切って、このように部分で分けて一口大に切っていただくと、歯切れが良くなって食べやすくなります。では、あとはね、こちら一口大に切っていきます。はい、このように切ってください。そうしましたらこちらに塩コショウで下味をつけます。はい、鶏肉の準備はこれで OK です。続いてね、卵の卵液を作っていきます。今回卵の中にマヨネーズを加えていきます。このマヨネーズを加えていただくことでとてもふわっとして柔らかい仕上がりになります。ただこのまま直接入れてしまうとマヨネーズがダマになってしまいますので、こちらはですね、一度水に溶いて、そしてその後卵と混ぜ合わせていきます。ではね、まずここにマヨネーズ、そしてここに水をまずね、ほんの少し入れます。本当にちょっとで OK です。そしてよく混ぜましょう。少しずつね、マヨネーズを伸ばしていきます。このようにしっかり混ざったらまた少し加えます。そしてよく混ぜます。はい、でもう一度加えます。で、お水ぐらいシャバシャバになったら残りの水は全て入れてください。そしてよく混ぜます。はい。で、このようにね、液体状にしていただくことで卵との馴染みも良くなります。ぜひね、こちらの方法でやってみてください。それではね、卵をボウルに割り入れます。まずね、卵だけ軽く混ぜます。混ぜたらここに先ほどね、溶いたマヨネーズと、あとはお醤油、そしてお砂糖を加えます。これをよく混ぜましょう。あとね、マヨネーズを加えていただくと卵の色味もとても鮮やかな仕上がりになります。はい、卵の準備はこれで OK です。では続いて照り焼きのタレを合わせていきます。まずお醤油、みりん、料理酒、そしてお砂糖です。これをよく混ぜましょう。これでお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。こちらをあらかじめ混ぜて準備しておいてください。
それではね、具材を炒めていきたいと思います。まずフライパンにごま油3分の1ぐらいですね、入れます。そして火にかけてください。火加減中火でまずね、油とフライパンを温めてください。油はね、全体にこのように回してください。はい。で、30秒ほど温めたら、ここに卵液を流し入れます。火加減中火のままで OK です。固まってきた部分からこのように寄せながらね、半熟状態の卵を作っていきます。この時ね、ゴムベラを使うといいかなと思います。このぐらい、まだねちょっと液体が出てるぐらいの状態です。このぐらいの状態になったら火を止めて、そしてねバットに移します。はい、 OK です。卵はこのようにすごくトロトロの半熟状態で一度取り出してください。そしてここにごま油を入れます。火にかけましょう。火加減は中火です。全体に油を広げます。30秒ほど温めたらお肉の皮を下にして焼いていきます。このまま一度ですね、中火でこんがり焼き色がつくまで焼きましょう。結構ね、油がパチパチ跳ねるので、やけどには注意してください。いい感じにね、焼き色がついたら裏返します。お肉を裏返したら片方にね、こうやって寄せていただいて、そしてこちら側に玉ねぎを入れます。玉ねぎにね、鶏肉の旨味をこうやって染み込ませていきましょう。玉ねぎにね、さっと油が回ったら蓋をして2分ほど蒸し焼きします。火加減は弱火にしてください。時折ね、玉ねぎが焦げないようにこうやって混ぜながらね、蒸し焼きしてください。はい、今ね2分経ちました。そしたら蓋を開けます。こんな感じで玉ねぎもしんなりした状態になってます。お肉をね一度チェックしていただいて、火が通ってれば OK です。もしねまだ火の通りが足りない場合は追加で加熱してください。お肉のね分厚さとかにもよってくるので、一度心配な方は取り出していただいて、包丁で切ってきちんと火が通ってるかチェックしてみてください。そしたらですね、ここに作っておいた照り焼きのタレを回し入れます。火加減ね、中火から弱めの中火です。これで少しねとろみがつくまでね煮絡めていきます。はい、 OK です。今ねこのぐらい水分もね結構飛んだ状態で、とろみがつくまでしっかりと煮絡めてください。結構ね水分飛ばしちゃって大丈夫です。そしたら一度火を止めて、こちら作っておいた卵をね戻し入れてください。あとはねこれをさっと混ぜます。もうね火はつけなくて大丈夫です。本当にさっと混ぜるくらいですね。はい、こんな感じで OK です。最後はねもうね火入れしなくて大丈夫です。そうすることで卵のねふわとろ感をキープすることができます。では盛りたいと思います。はい、これで鶏肉のてりたまの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように卵はふわふわで、お肉も柔らかい仕上がりになってます。最後はトッピングで白ごまと小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。卵もふわふわですね。それではいただきます。卵がすっごくふわふわです。そしてねお肉も柔らかくてしっかり味が馴染んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏肉のてりたまのポイントです。まず卵のポイントなんですけれども、卵にはマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えていただくことで色も鮮やかになって、かつふわふわな食感に仕上がります。このマヨネーズの入れ方なんですが、直接卵に入れてしまうとマヨネーズがダマになってしまいますので、一手間ではあるんですけれども、一度お水でしっかり溶いて、そしてその後卵と混ぜ合わせるようにしてください。そして鶏肉ですね。鶏肉はですね、まず余分な筋、油、そして皮を取り除いてください。そしてその後ね、一口大に切るんですけれども、鶏もも肉は筋しい部分と、あとは肉しい部分、この2つに分かれてます。なのでまずその2つを半分に切って、それぞれ一口大に切っていただくと歯切れが良くなってとても食べやすくなります。切り方に関しましてはマストではないので、参考までにしていただけたらと思います。そしてその後ね、炒めていくんですけれども、まず卵に関しましてはトロトロの半熟状態で仕上げるようにしてください。
さい。加熱しすぎてしまうとトロトロ具合が軽減してしまいますので、少しね液体が流れるかなっていうぐらいでも火を止めて、そしてバットに移し替えるようにしてください。そうすることでふわとろ卵のまま美味しく召し上がっていただけます。そして続いて鶏肉を焼くんですけれども、この焼き時間に関しましては鶏肉の大きさとか、あとは分厚さによっても変わってくるので、こちらは様子を見ながら焼き時間は調整してください。鶏肉をね焼いて裏返したら玉ねぎを一緒に入れて、さっと油を回していただいて、油が全体に回ったら蓋をして、その後蒸し焼きしてください。そうすることで中までねしっかりと火が通ると思います。そして鶏肉に火が通ったら最後照り焼きのタレを加えるんですけれども、こちらをね結構しっかりめに煮詰めてください。そうすることで鶏肉にもしっかりと味が馴染んで美味しく召し上がっていただけます。そしてしっかり煮絡めたら火を止めて、その後卵を加えるようにしてください。そして卵を加えたらもう加熱せずにそのままさっと混ぜて仕上げてください。そうすることで卵もねぐちゃっとならずに、そして柔らかいまま仕上げることができます。今回はねこのままおかずとしてご紹介したんですが、ご飯の上にのせて丼として召し上がっていただくのもいいかなと思います。あとはお弁当のおかずにもぴったりだと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏肉のてりたまを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。